こんにちは、オズ D です。今回は水流を使わずにアイテムを回収する自動回収植林場の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材は燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。水流式に比べると材料は多くなりますが、見た目的にはスッキリとしていておすすめではあります。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦18マス×横18マスの範囲で作成します。できればトロッコを走らせる 16×16 の範囲は、チャンク内に収まるように設置するようにしましょう。まず最初に横方向に2マス穴を掘って、そこにラージチェストを設置します。背面側からチェストの左後ろを掘って、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパー横のこの部分を1マス掘っておきます。今掘った穴にコンパレーターをこの向きで設置します。コンパレーターを設置した穴の右斜め前を掘って、その穴のこの部分にトーチを1つ設置します。トーチの左側のこの部分にレッドストーンダストを設置します。コンパレーターの上にしゃがみながら、ブロックを1個設置しておきます。トーチの上にもブロックを1個設置しておきます。ホッパーの横から数えて6マス目を、縦方向に16マス掘っていきます。今掘った穴の中にレッドストーンブロックを設置しておきます。ホッパーの上にしゃがみながら、パワードレールを設置しておきます。パワードレールの横にレールを3つ設置します。レールの続きからパワードレールを6つ設置しておきましょう。パワードレールの続きからレールを5つ設置します。2列目からも同じようにレールなどを設置して、端っこの手前まで設置していきましょう。一度このパワードレールを壊しておいて、先に2列目のレールをこの位置まで設置します。壊したパワードレールを元に戻しておきましょう。あとは同じ配置でレールやパワードレールを設置して、残り14列分すべてに設置していきましょう。こんな感じで合計16列分に、レールを設置できていれば OK です。最後の列の端部分を1マス掘って、レッドストーンブロックを設置して、パワードレールを設置します。レールの端にブロックを設置したら、ホッパー付きトロッコを走らせましょう。最後まで止まらないかを確認しておきましょう。確認できたらこのブロックの上から、レールの端まで土ブロックを設置しましょう。レールが設置してある箇所の上部分すべてに、土ブロックを設置して敷き詰めていきましょう。こんな感じで全て敷き詰めれたら OK です。レール部分を隠すようにして周りのこの部分を、ぐるっと一周ブロックを設置していきましょう。土ブロックの上に敵などが湧かないように、松明などを設置しておきましょう。基本的にはこれで植林場は完成となります。あとは基本土の上ならどこでも、苗木を植えても大丈夫なのですが、あまり端っこの方に原木を植えてしまうと、落ちたアイテムがはみ出ることがあるので注意です。巨大な原木以外ならアイテムも、そこまで散らばることもないのである程度なら大丈夫です。こんな感じで好きな原木を植えてあげましょう。原木を回収した後のアイテムたちは、トロッコが自動で回収してくれます。回収されたアイテムは正面側の、このチェストの中に溜まっていってくれます。あと巨大な頭皮の原木などはこんな感じで、中央あたりに植えてあげるようにしましょう。成長したらこんな感じで階段状に掘ってあげて、上まで登ってから再度刈り取って降りてきましょう。また装飾なども自由に行っていただいても問題なく、ご自身の使いやすいように設置してあげてください。いかがでしたでしょうか？今回は水流を使用せずにトロッコで回収する、自動回収植林場の作り方のご紹介でした。
水を使用しないので落下などの心配もなく、見た目も景観を壊しにくい形になっていますので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。